どうしよう。ちょっと待ってくださいね。ヘロー。英語科準備室のドアを開けると、スマートフォンを握りしめた新任教師の天野先生が、今にも泣きそうな声を漏らしていた。相手は海外の教育関係者らしく、画面には国際電話の表示。だが、彼女はまるで固まったように英語を発せず、何度もすみませんと日本語でつぶやいている。大丈夫ですか？何かあったんですか？そう声をかけた用務員の俺に、天野先生は慌てて振り返った。授業の英会話程度ならなんとかなるんですけど、ビジネス英語は苦手で、それに通訳の方が急に来られなくなって。彼女は普段から英語の発音や指導がうまいと評判の、新米だけど、やる気に満ちた教師だと聞いていた。その姿が今、電話の前で震えている。見て見ぬふりはできない。意を決してスマートフォンを受け取ると、英語が自然に口をついて出る。すると、相手はすんなり状況を理解し、打ち合わせはあっという間に進んだ。すごい。今の英語、すごく流暢でしたよ。どうして？電話を切った瞬間、天野先生が目を丸くして俺を見つめる。その驚きの問いに、俺は強く胸を締め付けられた。このことがきっかけで、ただの用務員だった俺の人生が大きく動き出したのだった。朝のホームルームが始まる前の廊下は、慌ただしい空気が漂っていた。俺、日浦誠は廊下の隅で雑巾を絞りながら、目の前を通り過ぎる制服の群れを眺める。ねえねえ、昨日のテストどうだった？やばかったよ。赤点かも。生徒たちはそんな風に談笑しながら、俺の横をすり抜けていく。私立桜高等学校の用務員として働き始めて半年。生徒たちは俺のことをまるで空気のように存在すら気づかないまま通り過ぎていく。それが少し寂しいと思う日もあるが、今の俺にはこのくらいがちょうどいいと思っている。資料室の埃を払い、ロッカー室の備品をチェックし、理科室の蛍光灯が切れていれば交換する。地味な仕事ではあるが、誰かに指図されることもなく、もっと頑張れと咎められることもない。この気楽な立場は、ある意味では居心地が良かった。いつもの一通りの作業を済ませたタイミングで足音が聞こえた。日浦くん、ちょっといいか？やってきたのは事務局長の真城さんだった。いつものことだが、その声色は嘲笑を含んでいるように感じられる。俺の背筋は自然と伸びてしまった。はい、何でしょうか。俺がそう答えると、真城さんは小さくため息をついた。体育倉庫の棚卸し、ちゃんと終わってる。先週頼んだはずだけど、まだ報告書が届いていないぞ。まさか忘れたんじゃないだろうな。覚えている。忘れてはいない。だが、先週からずっとバタバタしていて、書類作成まで手が回らなかったのは事実だ。すみません。週明けには出せるようにまとめます。口では何とでも言えるけど、用務員といえど、君も学校の一員なんだから、最低限の責任感は持ってもらわないと困るよ。まあ、誰もお前になんか期待してないけどな。最後の言葉が胸に突き刺さった。承知しました。早急にまとめます。俺が頭を下げると、真城さんは呆れたように鼻を鳴らして、きびすを返す。俺は小さく息をついた。週が明けた月曜日。初夏の日差しが差し込む職員棟の廊下を、俺は慌ただしい足取りで歩いていた。俺は、職員室の隅にある、日浦光太のデスクへ向かった。彼は、俺の兄で、この学校の教頭補佐的な役割も担っている。兄さんに、書類を届けるために、来たのだが、兄さんは忙しそうに書類をさばき、生徒や他の教員とのやりとりをこなし、まるで、俺を構う暇などないように見えた。少しためらいながら声をかける。兄さん、これ、施設管理の報告書まとめたんだけど。ああ。兄さんは顔を上げないまま俺の手から書類を取ると、パラパラとチェックする。そして急に眉間にシワを寄せて低い声で言った。数が合ってないところがあるようだが。ああ、ごめん。すぐに確認するよ。またミスをしてしまったらしい。自分でも情けない。兄さんは小さく息をつき、ようやく俺の方に視線を向ける。こんな簡単な仕事すらまともにできないなんて情けない。お前には父さんや母さんがどれほど期待していたのか分かっているのか？
いや、わかってないから、用務員なんて仕事についているんだろうけど、もっとしっかりしろ。もともとお前は。兄さんは何か言いかけて口をつぐんだ。職員室の中という状況を気遣ったのかもしれない。だが、俺の胸にはもう十分すぎるほど痛みが広がっていた。俺、用務員室に戻らなきゃだから。うつむきながらそう告げると、兄さんは机に書類を投げ置いて、苛立ったように小さく首を振った。わかった、行け。職員室を出た瞬間、視線の重さから解放された気がして、思わず大きく息をつく。職員室の外の空気は、生暖かさの中に少しだけ初夏の爽やかさを感じる。頭の中には、兄さんの言葉がぐるぐる回っていた。わかってるよ、そんなことは。誰に言うでもなく、小さくつぶやいて自重する。廊下の壁に軽く手をついて、思い切り唇を噛んだ。その日の放課後、いつものように校内を巡回しながら設備点検をしていたとき、ふと英語科準備室の奥から声が聞こえた。軽快な調子と、どこか熱がこもった響きにつられて近づいてみると、ドアの隙間から見えたのは新米英語教師の天野玲奈先生だった。学生時代の名残だろうか、髪はきっちりまとめていて、どこか清々しい雰囲気を持っている。天野先生はホワイトボードに英単語と矢印、そして人型のイラストを書き込みながら自分自身に向かってブツブツ何か言っている。こうしてペアワークを挟んで、そこからディベートにつながる、生徒たちの関心を引きつけるトピックを用意して、よし、これならきっと。不意に天野先生がドアの方を振り返った。俺と目が合う。驚いたように一瞬目を丸くした後、ふっと微笑んだ。ああ、ごめんなさい。授業の練習をしてたところなんです。いえ、そんな。すみません、勝手に覗いて。いいえ、むしろ誰かに見てもらえてよかったです。私、もっと生きた英語を授業に取り入れたいんです。英語って生徒同士で使ってみることで本当の楽しさがわかると思うので。天野先生は少し照れくさそうに言いながらホワイトボードを見つめた。そのまっすぐな瞳は何か強い意志で輝いているようだった。だが、そんな穏やかな空気を切り裂くように、廊下から突き刺すような声が聞こえた。ここにいたのか、天野先生。ちょっと話があるんだが。事務局長の真城さんだ。ホワイトボードへ視線を向け、あからさまに眉を潜めている。先ほど君が提出した授業の企画書を見たが、ディベート大会だの、海外研修だの、そんな前例のない企画の予算はどこから捻出するつもりだ？いえ、これはまだ構想段階で。構想だけで金が湧いてくるとでも、関連部署の負担を考えているのか？真城さんは露骨に眉間にシワを寄せ、手に持っている天野先生の企画書を手の甲でパタパタと叩く。新任の先生があまり突飛なことをしようとしても、賛同者がいなければ通るものも通らないよ。これ以上生徒を混乱させないでほしいね。受験英語でいいじゃないか。話すよりまず単語を覚えさせろ。受験英語重視の方針は変わらないんだぞ。そう言い捨てると、真城さんはきびすを返し、深いため息とともに歩き去っていった。天野先生は唇を結んだまま、悔しそうにうつむいている。俺は彼女にかける言葉を見つけられず、その場で立ちすくんだ。だけど、天野先生の肩がかすかに震えているのを見ると、何か言わずにはいられない気がした。大変、そうですね。俺の言葉に、天野先生は少しだけ顔を上げる。はい。この学校、保守的な先生方が多くて、みんな腰が重いんです。前例がない、時間もコストもかかるってあまりいい顔してくれなくて、私だけ一人で張り切って、学校の方針を乱しているって思われてるんじゃないかって。正直不安になることもあります。でも、生徒たちの将来のためには、やっぱりこういう取り組みも必要だと思うんですよね。天野先生はホワイトボードのマーカーを握りしめながら、少し眉を下げる。ごめんなさい。誠さんを困らせちゃいましたね。私なんかの愚痴を聞いてもらっても、どうしようもないですよね。天野先生がはにかみながらそう言う。俺は慌てて首を横に振った。いえ、困ってなんかいませんよ。ただ、俺は詳しいことはわからないけど、生徒たちが生き生きと英語を使う姿が目に浮かぶような気がして、それは
すごくいいことじゃないかなって。ありがとうございます。そう言ってもらえるだけでも嬉しいです。天野先生は頬を緩めて、少しだけ安心したような表情を見せた。その笑顔に、俺の胸は少しだけ温かくなる。だが同時に、自分の中にかすかに眠る罪悪感がざわめく。彼女が英語の教師だからなのかもしれない。天野先生は深く一礼して、英語科準備室を出て行った。俺は残されたホワイトボードに書かれた英語のフレーズや図表をぼんやりと見つめる。こんなにも前向きに英語と向き合おうとする彼女の姿は、俺にとっては眩しすぎるものだった。その日、俺はいつものように校内を巡回し、雑務をこなしつつ職員棟を歩いていた。廊下の先にある英語科準備室から天野先生の声が聞こえてきた。よく通るその声に何やら焦りや戸惑いの色が混じっているのが分かった。胸騒ぎを覚えて足を早めると、準備室の中で天野先生がスマートフォンを片手に困り果てている姿が見えた。天野先生、どうかしましたか？声をかけると、天野先生がはっと顔を上げる。いつも明るい彼女が唇をぎゅっと結んでいた。誠さん。海外の教育関係者に電話をしようと思ってたんですけど、予定していた電話通訳の方が急に来られなくなってしまって、私、授業での英会話なら何とかできるんですけど、ビジネス英語は自信がなくて、もうどうしようって、私が何とか対応しなきゃっていうのは分かってるんですけど。天野先生が手で紙を書き上げる様子からも、普段の余裕が完全に失われているのがわかる。落ち着いてください。他に方法はありませんか？そう尋ねるものの、天野先生は困り顔で首を振った。教職員の中で英語が堪能な人はいるにはいるだろうが、そうした人材は受験英語に特化していて、国際的なビジネスメールや電話対応には慣れていないと聞いたことがある。もう外部に頼むしか。でも今からじゃ間に合わないし。そうすると費用もかかりますよね。事務局の真城さんは絶対に許可してくれません。どうするべきかと考えていると、天野先生のスマートフォンが震えた。画面には海外の番号らしき表示が浮かんでいる。かかってきちゃった。天野先生は慌てて電話を受けたが、あまりにも焦りすぎているのか、うまく言葉が出てこないらしい。開口一番英語が詰まり、そのまま硬直してしまう。普通の授業では流暢に英語を話していても、こんな突発的な状況では緊張で頭が真っ白になるのだろう。目の前でパニック寸前の状態に陥っている天野先生を放っておけるはずがない。貸してもらえますか？俺は意を決して天野先生のスマートフォンを受け取った。受話器の向こうの相手が話し始めると、俺はその内容を正確に理解し、要点をまとめながら話を進めていく。自分でも驚くほど自然に英語のフレーズが口からこぼれ出た。結果的に簡潔かつ丁寧な電話対応ができてしまっているのが自分でも信じられなかった。電話を切ると天野先生が呆然としたまま俺を見つめていた。誠さん、今の英語すごく流暢でしたよ。どうして？彼女が瞳を輝かせるのがわかる。いや、大したことないですよ。昔ちょっと英語をかじってただけで。そう言いながら俺は目を伏せる。天野先生は目を輝かせたまま俺の前にパソコンを持ってきた。メールも見てもらえませんか？うまく伝わる英語が書けているのか不安で。わかりました。パソコンの前に並んで座り、英文メールの本文を修正する。相手は教育プログラムの担当者らしい。打ち合わせ日程や予算に関する要望などを英語でどう記載するか明確に書き込むと、驚くほどあっさり送信が完了した。多分これで伝わると思います。もし先方から返信があったら、また一緒にチェックしましょう。はい、ありがとうございます。誠さんって、本当に一体何者なんですか？天野先生が目を見開いたまま、俺の顔をまじまじと見つめる。俺は少し苦笑を浮かべながら書類を片付ける。いや、俺はただの用務員です。さっきも言った通り、昔少し英語に触れる機会があっただけですよ。でも、今の電話対応とメール対応は、ただものじゃないというか、
そうですか。まあ、ある程度はやれば誰でもできますよ。そう曖昧に答えると、天野先生はまだ納得していないようだったが、それ以上は踏み込んでこなかった。とりあえず助かりました。もうどうなることかと思ってたんです。ほっと安堵したように微笑む天野先生。見れば、額にはうっすら汗が浮かんでいる。相当な緊張だったに違いない。俺はちょっと手伝っただけですから。じゃあ失礼します。それだけ言うと、俺はそそくさとその場を離れた。その日を境に、天野先生は何度か俺に声をかけてくるようになった。誠さん、もし時間があれば、次のメールの文面を見てほしいんですけど、このフレーズ、相手に失礼じゃないか気になって。その度に俺は、今雑務が立て込んでて、申し訳ないけど、ちょっと時間が取れなくて、と巧みに断るか、最小限のサポートだけで済ませるようにしていた。英語を使うたびに胸がざわつく。後悔と罪悪感が胸を締め付ける。だから、再び英語に深く関わるのは避けたい。それから数日後、放課後の校舎を巡回していたら、天野先生に廊下で呼び止められた。誠さん、少しお時間いいですか？また英語のサポートの話かと身構えた。でも、彼女の表情はいつになく真剣だった。この前は何度も何度も頼ってしまってすみませんでした。気づいたんです。誠さんが断るのには理由があるって。私、何か知らないで、失礼なことをしてしまったんじゃないかと思って。俺は廊下の隅に立ち止まったまま息を飲む。どう答えるべきかわからず、口を開けたり閉じたりしていると、天野先生が先に言葉を続けた。もしお話ししにくいなら、無理に聞きません。けど、誠さんがあの日、あれだけの英語を話せたってことは、ただのかじった程度じゃないですよね。海外で生活していたことがある人みたいでした。俺は目を伏せた。きちんと説明をしないまま避け続けるのは、失礼に当たる気がした。大学の時、俺はアメリカに留学していました。留学先には親友がいたんです。真面目で、情に熱いやつで、一緒にプロジェクトに打ち込んで、たくさん語り合って、お互い切磋琢磨しながら勉強して、いつか一緒に何か大きなことをやろうって、そんな夢も語り合ってました。俺は言葉を詰まらせながら少し間を置いて続けた。でもある日、二人で出かけた先で、親友が交通事故に遭いました。俺は慌てて救急車を呼ぼうとしたんですけど、その時頭が真っ白になってしまって、英語でうまく状況を説明できなかった。911には電話したんです。でも言葉が全然出てこなくて、親友は一命は取り留めたんですが、下半身に大きな障害を負いました。それまで当たり前にできていた歩行が困難になったんです。それで親友はリハビリや義足の生活を余儀なくされて、将来の選択肢も狭まってしまいました。喉が締め付けられるような感覚とともに、あの日の記憶が蘇ってくる。親友の名前はジェームズ・フォスター。イギリスから留学していて、寮では俺と同室だった。退院直後のジェームズに会いに行った時、彼の瞳には怒りと悲しみが入り混じっていた。君のせいだ、誠。どうしてうまく説明してくれなかった。どうして英語が出てこなかったんだ。本当は僕のことを邪魔に思っていたんじゃないのか。その言葉は刃のように鋭く、俺の心を貫いた。違う、そんなつもりはなかったんだ。ただ混乱して。混乱？そんなの言い訳だろ。君がきちんと説明できていれば、もっと早く救急隊が到着して、僕はこんな風にはならなかったかもしれないのに。ジェームズは怒鳴りながら、ベッド柵を拳で叩いた。体を震わせ、悔し涙を流している。俺はかける言葉すら見つからなかった。何度も何度も、謝るしかできなかった。帰れ！君の顔など、二度と見たくない。ジェームズの口から出てきた拒絶の言葉が、俺の心に突き刺さる。その時の彼の痛ましい表情は、俺の中にこびりついたまま、未だに消えてくれない。それから、親友とは連絡が取れなくなりました。あれほど信頼し合っていたはずの友情が、一瞬にして崩れ去ったんです。俺は視線を落としながら、かすれた声で続けた。深い罪悪感と、自己嫌悪に沈んでいくうちに、
英語に触れることさえ苦痛になっていって、今でも英語を聞くと、あの時の混乱と後悔が猛烈な勢いで蘇ってくるんです。少し息を整えてからさらに言葉を紡ぐ。だから今、天野先生のように英語を必要としている人を目の前にしても、素直に手を貸すことが怖いんです。また何かを失ってしまうんじゃないかって、自分が取り返しのつかない失敗をしてしまうんじゃないかって、そんな恐怖にずっと囚われているんです。話し終えると、天野先生は小さく息を飲んで、そして静かにうなずいた。そうだったんですね。本当にごめんなさい。私全然知らずに、英語って、無理なことをたくさん頼んで、嫌な思いをさせましたよね。彼女の声が震える。申し訳なさそうな表情が痛々しいほど真摯だ。俺は首を振った。天野先生は悪くないですよ。むしろ困っているのに手を貸せない俺が情けないだけなんです。英語を避けていても何も進まないのは分かってるんですけど、会話が途切れ、しばしの沈黙が降りた。校舎の窓から差し込む夕日が廊下を染め上げている。そんな中、天野先生は一歩だけ近づいて、俺の目をまっすぐに見つめた。私の頼みが誠さんを苦しめるなら、もう無理には頼みません。でも、もし少しでも英語とまた向き合ってみたいと思える日が来たら、ぜひ私に声をかけてください。私は誠さんが英語を話す姿に正直とても感動したんです。私が抱いてる理想の英語を通じた交流を実際に体現してる人だって思いました。ありがとうございます。俺はそれだけ口にし頭を下げた。その後、俺たちはどちらも黙ったままその場を後にした。天野先生が周囲の反対を押し切って始めた新しい授業スタイルは、当初こそ戸惑いの声も多かったが、今では確実に成果を上げていた。従来の教科書を読むだけという授業から、ディベートやプレゼンを取り入れた双方向の学習へ。その転換は決して簡単ではなかった。予算も十分につかず、教材も手作りで、放課後遅くまで準備する天野先生の姿が、用務員室から見える日も少なくなかった。しかし、その努力は少しずつ実を結んでいった。最初は消極的だった生徒たちが徐々に積極的に発信するようになり、グループに分かれて英語で意見を交わし合う姿が今では当たり前のように見られるようになった。英語の授業が楽しい、自分の考えを伝えられるようになったという声も廊下で耳にするようになった。真城さんをはじめとする反対派もその成果の前では何も言えなくなっていた。天野先生がたった一人で始めた小さな挑戦は確実に桜高校の英語教育を変えつつあったのだ。そんなある日、用務員室で備品のチェックリストを整えていると、天野先生が嬉しそうな表情で駆け込んできた。誠さん、信じられないことがあったんです。理事の方が私の授業を評価してくださったんです。天野先生の英語教育は大いに期待できるってわざわざおっしゃってくださって。息を弾ませながら彼女は続ける。それで、この機会に新しい企画を考えてくれって言われて、だから私、オックスフォードなどの海外大学の OB を招いて、国際ディベートイベントを開催するっていう案を考えたんです。私にとって大きなチャレンジになります。天野先生の方はほのかに上記していた。ディベートですか。でも、それだけ大きなイベントを企画するとなると、誰が予算を出すかとか、場所をどう確保するかとか、細かい調整がたくさん必要ですよね。俺がそう答えると、天野先生は苦笑しながらうなずいた。はい。実は真城さんが、すごく反対してるんです。従来の国内ディベート大会で十分だって。海外からのゲストなんて呼んでどうする？費用対効果が合わないとか。前例がない無謀な企画に手を出して、失敗したら責任はどう取るんだって。天野先生は少しうつむいて声を落とした。が、すぐに顔を上げ、強い眼差しで続けた。でも私は諦めたくないんです。生徒たちをもっと広い世界に導けるチャンスだと思うので。天野先生の瞳には強い決意の光が宿っている。実は私、中学生の頃英語が大嫌いで、クラスで失敗してみんなに笑われたことがあって、
恥ずかしくて嫌になって、しばらく学校に行けなくなりかけたんです。でも担任の先生が放課後に毎日付き合ってくれて、ある日、オックスフォードユニオンのディベート動画を一緒に見たんですよ。ほら、オックスフォードってディベートが盛んでしょ？英語ができるってこういうことなんだって、もう衝撃でした。互いの意見を堂々とぶつけ合って、それを楽しんでいるのが映像越しにも伝わってきたんです。見終わる頃には、あれ？私が嫌いだったのは受験英語であって、本当の英語ってもしかして面白いのかもって思いました。英語って受験科目じゃなくて、本当に世界とつながる言葉なんだって。それで一生懸命に勉強して、英語を好きになって、いつか自分もあのディベートみたいに思いを伝えられるようになりたいって、その衝撃がなかったら、きっと私は教師になってなかったと思います。だから、私と同じように英語に苦手意識を持つ生徒がいるなら、オックスフォードの本場の空気を味わってもらいたいんです。一生ものの経験になるはずだから。彼女の言葉を聞いていると、俺の心の奥に眠る英語への思いがかすかにうずいた。彼女も英語で傷ついた過去を持っていたのだ。なのに彼女は俺と違って、その経験を力に変えて前を向いている。英語に真正面から取り組んでいる。天野先生、すごいですね。そこまで強い思いを持ってるなんて。すごくなんてないですよ。まだまだ私は未熟で、周りに助けられてばかりです。でも一度でも英語は嫌いと思ってしまった生徒に、嫌いを面白いに変えるきっかけを与えられるのなら、私はどんな苦労でも惜しまないつもりです。彼女はまっすぐな眼差しでそう言い切った。その姿に俺は心を打たれた。天野先生、俺も手伝います。英語と真正面から向き合うのは正直まだ怖い。でも必要な時は力を貸します。それが天野先生の夢の手助けになるならやってみようと思います。自分でも驚くほどはっきりとした口調でそう言った。天野先生は一瞬目を見開き、そして満面の笑みを浮かべる。ありがとうございます。無理のない範囲で大丈夫です。誠さんがそう言ってくれるだけで、私勇気が湧いてきました。天野先生の笑顔に俺はかすかな希望を見出した。これからどんな困難が待ち受けていようとも、彼女と一緒なら乗り越えていける。そんな気がしたのだ。それから数日後、天野先生は理事会や校長へのプレゼンを行った。俺は用務員なので、そのプレゼンには参加できず、ドキドキしながらいつもの雑務をこなしていた。職員室の前の廊下を歩いていると、理事会が終わったばかりの天野先生が小走りで近づいてきた。表情からは結果が読み取れない。どうでしたか？そう声をかけると、彼女はパッと明るい笑顔を見せて、俺の手を握ってきた。通りました。条件付きですけど、開催が認められたんです。安堵と喜びが混ざった声で、俺も思わず胸をなで下ろす。真城さんには最後まで、予算はどうするつもりだ。今までの国内ディベート大会でいいじゃないかって反対されました。でも、理事の方々が後押ししてくださって、やってみる価値はあるとおっしゃってくださったんです。ただし、全面的な承認ではなくて、予算は当初の予定よりも削られ、運営体制も厳しくチェックが入りますが、天野先生は少し苦笑しながら続ける。それでも、天野先生の瞳は輝いていた。でも、これで正式な学校行事として認められたんです。ここからが本当のスタートライン。必ず成功させてみせます。その決意に満ちた表情を見ていると、俺まで何か胸が熱くなってくる。その時、彼女はようやく俺の手を握り続けたことに気づいた。あっと小さく声を上げて、慌てて手を離す。ごめんなさい。つい嬉しくて。彼女は顔を赤くしてうつむいた。俺も不意打ちにドキッとして、思わず熱くなる方を抑える。いや、気にしないで。そりゃここまで大変だったし、嬉しくなるのも当然でしょ。気まずいような、でもどこかくすぐったいような空気が二人の間に流れた。しかし、天野先生はすぐに気を取り直して、照れ隠しのように咳払いを一つ。とにかく、本当にありがとうございました。誠さんが一緒にサポートしてくれなかったら、ここまで来られなかったと思います。その言葉に、俺も少し照れくさそうに微笑み返した。先ほどのドキドキはまだ胸の奥で、
小さく弾んでいるが、今は素直に彼女の頑張りを称えたい気持ちが勝っていた。イベント開催に向けて、俺たちはさらに準備を進めた。国内だけでなく、海外の大学や団体へ招待状を送る必要があり、メールや電話対応を積極的に行うことになった。事務局長のチェックは厳しく、費用の見積もりにもいちいちクレームをつけられるが、それでも、天野先生のモチベーションは揺るがない。俺も、ある程度英語対応に踏み込むようになった。電話越しに海外の関係者と話し、イベントの趣旨を説明し、質問に答える。まだ時々、胸の奥にジェームズの影がちらつくこともあるが、目の前の天野先生ががむしゃらに頑張る姿を見ていると、それでもやるしかないと思えるのだ。しかしここで問題が起こった。国際ディベートイベント前日の朝、明日には開会式が予定されているのに、肝心の海外ゲストがまだ誰も到着していない。予定では、今日は朝から海外ゲスト数名が来日し、校内見学やリハーサルを行う手はずだった。しかし、空港からの連絡もなければ、駅でのピックアップにも誰一人現れない。校舎の外は晴れ渡る青空が広がっているというのに、廊下を満たす空気は妙に重苦しかった。俺は体育館の片隅で、レイナさんが青ざめた顔のまま、携帯を握りしめているのを見つけた。彼女は何度も国際電話をかけたり、メールを確認したりしているが、なかなか繋がらないようだ。どうしよう。全員飛行機に乗らなかったなんてこと、あるのかな。レイナさんがこぼす声に覇気はなかった。あんなに情熱的な姿を見慣れているだけに、その落胆ぶりが痛々しく見える。周囲を見渡すと、スタッフとして手伝ってくれている生徒たちや、一部の先生方の表情も険しい。やっぱり無理だったんだ。所詮、新任の先生の暴走だったんだよ。遠巻きにそんな囁きが聞こえてくる。その言葉を耳にするたびに心が締め付けられる。そこへ、事務局長の真城さんが、これ見よがしにため息をつきながら近寄ってきた。ほら見ろ。だから言ったんだ。無駄だって。海外ゲストだかなんだか知らないが、一人も来やしないじゃないか。まったく、どう責任を取るつもりだ。責任。レイナさんがやっと絞り出すように口を開いた。そうだ。お前が勝手に押し通したせいで、学校としては大損害だ。海外ゲストの渡航費用だって一部先払いしてるし、会場準備やら何やら全てがパーになる寸前なんだぞ。真城さんはせせら笑うように唇を歪める。運営費用も無駄になりかけている。そこへ持ってきて、生徒も巻き込んでる。どうやって後始末をつけるつもりだ？まさか、すみませんでしたで済むと思ってないよな。それは。レイナさんは声を震わせながらも言葉が続かない。真城さんは執拗に追い打ちをかける。本来なら、私がとっくに止めておくべきだったな。新任教師の暴走なんて。所詮この程度だ。責任を取るって言うなら、辞表の用意くらいはしてるんだろうな。辞表？レイナさんが息を飲んだまま、消え入りそうな声でつぶやく。真城さんは執拗に追撃の言葉を放った。当たり前だろう。あれだけ大口叩いて、結局、海外ゲストは一人も来ない。こんな醜態を晒した以上、見過ごすわけにはいかんよ。学内でも受験英語に専念した方がいいって声が多かったのに、それを無視して突っ走ったのは君自身だろう。責任を取るってのはそういうことだ。レイナさんは唇を強く噛んでうつむく。人一倍努力してきたのを知っているだけに、その表情が痛々しかった。さすがに黙っていられず、俺は一歩踏み出す。ちょっと待ってください。レイナ先生は、この企画を成功させるために。はあ？真城さんはあからさまに剣を浮かべた目で、こちらを睨んだ。用務員の分際で、何を偉そうに口を挟んでいるんだ。施設管理が専門の君に、英語教育や国際交流の何がわかるというんだね。その言葉に心臓がぎゅっと締め付けられる。レイナさんが小さく、誠さん、と俺を気遣うようにつぶやくが、真城さんの威圧感に言葉が続かない。さあどうするんだ？お前がかばったところで状況は変わらないぞ。用務員風情が口を挟んだところで事態が好転するわけでもあるまい。責任を取らせるべき人間がきちんと落とし前をつける。社会というのはそういうものだ。真城さんの冷徹な視線はレイナさんを貫くように向けられている。彼女の肩が小刻みに震えるのを俺はただ見つめることしかできなかった。その時
体育館の扉が勢いよく開いた。現れたのは兄さんだった。誠、天野先生。海外からゲストが一人だけ来ている。今、職員室に来てもらってるところだ。兄さんはそう声を張り上げた。瞬間、体育館内がざわつき、視線が一斉に兄さんへ注がれた。レイナさんが驚きと期待の入り混じった目をして、兄さんの元へ駆け寄った。本当ですか？一体どなたが？それは直接会ってもらった方がいい。準備が終わったら、こちらに来てもらう手はずになっている。しばらくすると、体育館の入り口付近がざわつき始めた。どうやら、一人だけのゲストがやってきたようだった。ドアの向こうから姿を見せたのは、義足をつけた男性だった。数歩ごとにぎこちなく体を動かして歩いている。その顔を見た瞬間、俺は息が止まるかと思った。彼はジェームズだった。俺の頭が真っ白になる。そんな中、天野先生が近づいて英語で声をかけた。こんにちは。ようこそ桜高等学校へ。ジェームズ・フォスターさんですよね。私は天野レイナです。はい、ジェームズ・フォスターです。よろしくお願いします、レイナさん。ジェームズはレイナさんと握手を交わす。そして、ちらりと俺の姿を見つけると、複雑そうに顔を歪めた。俺はどうしていいかわからず固まってしまう。まさか、ジェームズが来るなんて想像もしていなかったから。心臓がバクバクと暴れ、汗が吹き出してくる。俺とジェームズの間に気まずい沈黙が落ちる。周りの誰もがその異様な空気を感じ取ったようで、ざわざわと声が広がっていった。どうにか重たい空気を動かしたのはジェームズだった。彼が深く息を吸い込み、俺の方をじっと見据える。久しぶりだな、誠。君の兄さんが僕を呼んでくれたんだ。兄さんが？なんで？俺は驚きすぎてうまく言葉が紡げない。ジェームズはかすかに苦笑し、視線をあちこちに投げながら続けた。今回のイベントを成功させるためにも、弟を助けてやってほしいってさ。最初は断ろうと思ってた。でも考えたんだ。僕と君の間にはあの事故以来、ずっとわだかまりがある。でもそれをこのままにしておくのはもう限界だって。そんな、じゃあジェームズがここに来たのは？君のためと言ったら語弊があるかもしれないけど、僕個人としてもこのイベントの趣旨には興味があったからね。人と人との対話を大切にするっていうのは僕の願いそのものでもあるから。ジェームズの声には力がこもっていた。彼と俺の間に横たわる空白の時間が一気に形を持って迫ってくるようだった。その時、兄がジェームズに一歩近づいた。ジェームズ、これからリハーサルを行うんだ。君が壇上に立ってスピーチをしてくれないか？ジェームズは少し目を丸くした後、うなずいた。そして、体育館の中央に設けられた、海外ゲストが生徒たちにスピーチやディベートを行うためのステージに一人上がった。まだイベント本番ではないが、準備のために集まっていた生徒たちや先生たちが自然とステージ前に集まってくる。そこには、真城さんの姿もあったが、さすがに何も言わず様子を見ているようだった。マイクを握ったジェームズが静かに口を開く。皆さん、はじめまして。ジェームズ・フォスターと言います。実は僕は数年前の交通事故をきっかけに歩くことが難しくなりました。彼は義足に視線を落としてからゆっくりと観衆を見渡す。その事故の時、僕は親友を恨んでしまったんです。彼は日本人で緊急の時に英語でうまく状況を説明してくれなかった。だから僕はこんな大怪我をした。そう思い込んで、僕は彼に取り返しのつかないことを言ってしまった。俺は苦しくて顔を伏せた。周囲の生徒たちの視線が俺に向けられているのを感じるが、体が動かない。でも本当はそうじゃなかった。僕が怪我をしたのはたまたま運が悪かっただけなのに、僕はその苛立ちを親友にぶつけてしまったんだ。彼がどれほど傷つき、苦しんでいたのか、僕は考えもしなかった。結果として僕たちは絶好状態になり、長い間、連絡を取ることすらできなかった。ジェームズの声が震える。体育館の空気が一層張り詰めていくのを感じる。僕は今、義足を使えば多少歩けるようになったし、日常生活も少しずつ前に進めている。でも、心の中にはずっと
彼を傷つけてしまったという後悔が残っていて、そんな中、彼のお兄さんから連絡があったんだ。弟のために一肌脱いでくれないかって。兄さんはステージ脇で腕を組みながら、真剣な面持ちでスピーチを聞いている。僕は、僕のように言葉の行き違いで、大切な仲間を失う人が増えてほしくない。英語であれ日本語であれ、人と人との絆は捨てちゃいけないんだ。だから、こうして皆さんの前で話すことにした。改めて言わせてください。言葉は人をつなぐ力になる。逆に間違った使い方をすれば、大切な人を傷つける凶器にもなる。でも、僕たちはそれを乗り越えて、一歩ずつ前に進むことができる。そう信じています。言葉が終わった瞬間、体育館は静寂に包まれた。誰もが息を飲んだように沈黙している。やがて、ジェームズがマイクを置き、ゆっくりと、ステージから降りようとしたとき、俺は意を決して歩み寄った。震える足を無理やり動かして、ステージ下に立つジェームズと向き合う。ジェームズ、口を開いた瞬間、胸がいっぱいでそれ以上言葉が出てこない。あの事故以来、心の底に封じ込めていた感情が溢れ出しそうになる。ジェームズは、俺の瞳を見つめ、ほんの少し唇を噛み締めた後、静かに声を上げた。誠、あの時は本当にごめん。僕は君を責め立ててひどい言葉をぶつけた。自分の苛立ちの矛先を君に向けることでしか心の整理ができなかった。本当にすまなかった。周囲が見守る中、ジェームズの目には涙が浮かんでいる。俺も目頭が熱くなり、その瞬間、抑えきれずに涙がこぼれ落ちた。ジェームズ、俺もあの時何もできなくて本当にごめん。ジェームズが手を差し出してくる。握手をさせてほしい。昔みたいに僕たちは親友になれるって信じていいかな。俺は何の迷いもなく、その手をがっちりと握った。涙が次々と溢れて止まらない。でも、それは長い時間を経て、やっと和解できた証だと思った。ステージ前でこうして大勢に見られているけれど、今はそんなことどうでもいい。俺たちは再び友として繋がったのだ。静かだった体育館にやがて拍手が鳴り響く。その拍手は徐々に大きくなり、いつしか体育館全体を包んでいた。大きな拍手が一段落すると、兄さんがステージ脇から姿を現し、呆れたような顔をしていった。まったく、誠、やればできるじゃないか。こんなドラマみたいな展開になるとは、正直思ってなかったが、兄さんの言葉に思わず照れる。俺は何もしていない。ただ、ジェームズが勇気を出してここへ来てくれただけだ。兄さん、ありがとう。ジェームズを呼んでくれて。俺感謝してるよ。そう言うと、兄さんはちらりと視線をそらす。別に、お前のためだけにやったわけじゃない。学校のためでもある。それに、お前の留学費用にいくらかかったと思ってるんだ？こんなところでくすぶり続けてたら、父さんたちに合わせる顔がないだろう。いつまでもニートみたいな生活して、この際だから、いい加減、しっかり立ち上がれ。最後のセリフは、兄さんなりの優しさに満ちていた。俺は涙ぐむのをこらえながら、コクンとうなずく。兄さんは、改めて小さく笑いつぶやく。父さんたちに連絡しないとな。誠が、ようやく自分の力を取り戻しそうだって、報告してやらなくちゃ。その言葉に、俺は胸が熱くなる。過去の失敗にとらわれて、英語からも未来からも逃げ続けていた自分。だが、レーナさんや兄さん、そして、ジェームズの思いに触れて、今ならもう一度やり直せる気がしていた。その時、レーナさんが息を飲むように声を上げる。ちょっと待ってください。誠さんの親友がジェームズさん。ということは、誠さんってもしかして。そこで、兄が澄ました顔で言う。そうだよ。こいつは昔、オックスフォード大学に留学してた。正式に卒業もしている。周囲の先生たちや生徒たちが、嘘でしょ？あの用務員さんが？オックスフォード大って、と、驚きの声を上げ始める。レーナさんも目を見開いたまま、俺の方を向く。誠さん、オックスフォード卒って本当ですか？いえ、あまり勇気になれなかったんですが、会場が騒然としてくる。兄は苦笑しながら言った。黙ってたのはこいつの勝手だけど、もう隠し通す必要もないだろう。
これだけ見事に英語を使いこなすところをみんなが目の当たりにしたわけだしな。レイナさんが小さく唇を動かして、すごいとだけつぶやく。俺は恥ずかしさと安堵が入り混じった気持ちで彼女と視線を交わした。もはや隠す必要のない真実を明かされたことに少しだけ肩の荷が下りた気がする。その後、国際ディベートイベントは予定通りとはいかなかったものの、ジェームズを中心に急ピッチで準備を進めてなんとか形にすることができた。急遽オンライン接続を取り入れて海外大学の OB や学生たちと映像でつなげる企画に切り替えたのだ。レーナさんを中心にオンライン会議システムとステージ上のスクリーンを連動させ、生徒たちもリモートで海外のディベートチームと意見交換を行う。規模は縮小したが、生徒にとって貴重な国際交流の機会となった。海外からのゲストはジェームズただ一人という状態だったが、ジェームズは生徒たちの質問に英語と簡単な日本語を織り交ぜて答えてくれた。過去の苦しい思い出をしっかり乗り越えようとする姿は、俺にとっても大きな勇気となったし、生徒たちにとっても印象的だったようだ。やがて、イベント最終日。ジェームズは、帰国の途に着くことになった。空港へ向かう前に、正門で俺に声をかけてくる。誠、今回のイベント、本当にお疲れ様。昔みたいに一緒に何かやろうよ。僕たち二人なら、何でもできるはずだ。ジェームズが右手を差し出す。今度は笑顔で、ためらわずに握手を交わした。また連絡する。そう言うと、ジェームズは軽くウィンクしてタクシーへ乗り込む。あっという間に彼は見えなくなってしまったが、その背中は以前のように堂々としていた。俺は彼と別れることに寂しい気持ちを抱きながらも、心は不思議と晴れやかだった。イベントが一段落した翌日、俺とレーナさんは英語科準備室にいた。レーナさんは嬉しそうに手元の感想文を広げる。生徒たちからの感想です。オンラインとはいえ、オックスフォードのディベートがすごかったって。ほら、これも。差し出された感想文には、英語ってこんなに楽しいものだったんだ。もっと話せるようになりたいという言葉が並んでいる。でもごめんなさい。せっかく誠さんが手伝ってくれたのに、規模が小さくなってしまって。いいえ、十分すごいですよ。生徒たちの表情を見ればわかります。レーナさんが思い描いていた生きた英語との出会いは確実に伝わったと思います。少し申し訳なさそうにうつむくレーナさんを見て、思わずそんな言葉が口をついて出た。本当ですか？ええ。廊下で生徒たちが次はいつやるんだろうって話してるの聞きましたから。レーナさんの顔が明るく輝く。その笑顔を見ていると、俺も自然と胸が温かくなってくるのを感じた。その時、背後から嫌みったらしい声が飛んできた。いやいや、随分と大げさに騒いだ割にはしょぼい結果だったじゃないか。オンライン併用なんて、現地へ招待するって計画と全然違うだろう。振り返ると、やはり真城さんだった。相変わらず眉間にシワを寄せ、冷たい視線を向けてくる。まったく、新任教師の考えることは突飛すぎる。現地に呼べもしない海外ゲストを予定して、それを突然オンラインに変えて、学校の信用を落とさないでほしいものだね。レーナさんが何か言い返そうと口を開いたのを、俺は目で制した。そして、慎重に切り出した。真城さん、俺は昨日のイベントが終わってすぐに、海外ゲストとの連絡トラブルの原因を調べていたんです。そこで見つけたものなんですが、俺はパソコンの画面を開き、USB に保存していた記録を表示する。まず、3月15日付で送られるはずだった招待状が、システムから削除されています。代わりに、3月17日付で、日程変更のお知らせが送信されている。しかも、その日程は当初の予定と全く異なる日に書き換えられていました。これらの操作はすべて深夜に行われており、その時間帯に学内のシステムにログインしていたのは真城さんのアカウントだけです。メールサーバーのログと事務システムの記録、両方で確認できます。なんだこれは。勝手に私を犯人扱いする気か。真城さんが焦りながら、俺がパソコンに挿している USB を奪い取ろうとする。が、俺はその手を止めた。この USB を取っても無駄ですよ。これらの証拠はすでに複数の場所にバックアップを取ってあります。それに、真城さんが送信した偽の日程表には
編集履歴が残っています。ファイルのプロパティを見れば、作成者も修正日時もすべて記録されているんです。俺は最後の証拠を開いた。レイナさんが息を飲む。そんな、じゃあ、最初から招待状は送られていなかった。日程を変えられたから、ゲストが来られなかったってこと？真城さんは一瞬、言葉を失った様子だった。それから急に声を荒げた。お前らは何も分かっちゃいない。この学校の補助金だって危うい状況だというのに、新企画だなんだって予算を無駄遣いされては困るんだよ。今まで積み上げてきた実績も、国内大会の助成金も全部パーになるかもしれないんだぞ。私だって学校の将来を考えて、そうだ、学校を守るためにやったことなんだ。お前たちみたいな理想論者には分からないだろうが、現実はそう甘くないんだよ。俺はそんな真城さんの言葉を静かに、しかし強い口調で遮った。学校を思う？生徒たちの可能性を潰し、教師の努力を踏みにじり、学校の信用を危うくする行為がどうして学校のためになるんですか？それに、あなたがなぜ彼女のイベントを中止させたかったのか、もうわかりましたよ。真城さんが不審そうに眉を寄せる。俺は PC 画面に映し出した資料を指さしながら続けた。毎年行われている国内ディベート大会イベントで、あなたは企業との癒着によるキックバックを受け取っていたんですよね。今回、国際ディベート大会に切り替えられたら、そのルートが潰れてしまう。それで、天野先生の企画を邪魔した。違いますか？何のことだ。証拠もないのに、勝手な思い込みを。真城さんは言い逃れようとするが、言葉に力がない。俺はあらかじめ用意していた USB メモリを取り出し、画面のログを拡大表示する。残念でしたね。あなたがこっそり使っていた補助金の回し方や、企業との金の流れ、全部ここにあります。さらに、今回の招待状を削除した操作履歴も。実は俺、用務員の立場を利用して、備品や文書の管理システムを詳しく調べられたんです。管理職のあなたがどこまでごまかそうとしても、学校の裏側まで把握できるのは、逆に俺みたいな雑務係なんですよね。真城さんの顔からは、みるみるうちに血の気が引き、声すら出せず、崩れるように椅子へ腰を下ろした。その姿はもはや言い訳のしようがないことを、自ら示しているかのようだった。そして、俺の告発により、真城さんの不正は追及され、翌週には理事会から正式に、事務局長の解任と左遷の通知が下された。新聞沙汰になるほどではなかったが、業務上の不正が認定された以上、この学校に留まることは不可能だった。一方、皮肉なことに、真城さんがあれほど反対していた国際ディベートイベントは、大きな注目を集め、結果的に学校の PR にもつながっていた。学校には入学希望の問い合わせや資料請求が続々と寄せられ、廊下を歩く生徒からは、このイベントの影響で受験を考えた友達がいるらしい、なんて噂話も飛び交っている。用務員室の窓から見える校庭には、英語の練習をする生徒たちの姿がある。レイナさんが彼らに明るい声をかけながら指導を続けているのがちらりと見えた。その次の週、俺は兄さんに呼ばれ、教頭補佐室へ向かった。兄さんはいつになく真面目な表情をしていた。机の上には求人票のような書類が置いてあった。兄さん、これは？半信半疑で聞くと、兄さんはいかにも面倒くさそうにため息をついていった。学校の上層部がお前を教員として採用したいって言ってる。非常勤からスタートだけど、英語の指導に本格的に関わってほしいそうだ。俺は耳を疑った。俺が英語科の教員。お前がオックスフォード大卒だっていう事実はもう隠しきれないしな。それに、お前の電話対応やイベントのサポートを見て、学校側も英語ができる人材が欲しいって思ったらしい。あまりに唐突すぎる提案だった。けれど、心のどこかでそうなればいいなと思っていたのも事実だ。兄さんは目をそらしながら続ける。天野先生が、誠さんがいると生徒たちも安心できると強く推薦してくれたんだ。まあ、応じるかどうかはお前次第だ。俺は天井を仰ぎ、数秒だけ考えを巡らせた。日本に帰ってきてからずっと校内の雑務に埋もれていたけれど、英語に携わる機会が少しずつ増えた今、それが自分に与えられた役割なんだということを感じ始めている。
それなら、ここで一歩踏み出すのも悪くない。やってみるよ。まだまだ不安はあるけど、レイナさんや兄さんがいるならなんとかなるかもしれない。兄さんは好きにしろとそっけなく言ったが、どこか安堵の色が見え隠れしていた。その日の夕方、鮮やかなオレンジ色に染まった校舎の裏庭で、俺は備品庫の戸締まりを済ませてから、ふと空を見上げた。こんなに穏やかな夕焼けを眺めるのはいつぶりだろう。背後から足音が聞こえた。振り返ると、そこにはレイナさんがいた。誠さん、お疲れ様です。教員採用の話聞きましたよ。彼女は息を弾ませながら、まるで自分のことのように嬉しそうに笑っている。俺は照れくさく頭をかいた。まだ非常勤だし、本格的に授業を受け持つまでは時間がかかるだろうけど。それでも嬉しいです。だって、誠さんはきっと、生徒たちの心を支えられる人だから。そう言うと、レイナさんはそっと俺の前に歩み寄ってきた。陽光で染まる彼女の横顔がやけに愛おしく感じられる。ありがとう。俺はいろいろ逃げてばかりだったけど、レイナさんの言葉に背中を押されて、もう一度英語に向き合おうと思えた。俺がそう言うと、彼女は柔らかな笑みを浮かべたまま口を開いた。こちらこそ、助けてくれてありがとうございました。もし誠さんがいなかったら、私は途中でくじけていたかもしれない。本当に心から感謝してます。その瞳はまっすぐで、透き通るように綺麗だった。胸がドキリと高鳴り、俺は少しだけ視線をそらしてしまう。だけど、この気持ちはもうごまかせない。困った時はいつでも言ってほしい。今度は俺が君の背中を押せるようになりたい。だから、一人で抱え込まないで。自分でも驚くくらい素直な言葉が出てきた。レイナさんは一瞬ハッとした表情を浮かべた後、目を伏せながら笑う。夕焼けに染まる方が、まるで花のようにほころんで見えた。はい、頼らせてもらいますね、誠さん。そう言って、彼女はそっと、俺のシャツの袖を握った。胸が強く高鳴る。深く燃えるような夕日が、校舎裏の俺たち二人を静かに照らしていた。事故のトラウマで英語を避け、用務員として日々を過ごしていた俺を変えてくれたのは、レイナさんの情熱と、兄さんの厳しくも温かい支え。そして、ジェームズとの和解だった。一人で抱え込んでいた苦しみは、誰かを信頼し、その手を取ることで少しずつ軽くなっていった。過去の失敗から目を背け続けても何も変わらない。大切なのは自分の弱さを認め、周りの人を信じること。そうすれば必ず前に進める道は開けるんだと、今なら胸を張って言える。